なんでそう感じたのかなっていうのを細かく分析して、それをどうやったら実現できるのかなっていうのが分かってくるとプロデューサーになれると思います。はい、皆さんこんにちは、日本でアニメーションを作って、プロデューサーやってます J スタッフの松倉と申します。よろしくお願いします。プロデューサーって言ってもね、ちょっと海外だと意味が違うと思うので、日本の場合だとお金を集めるプロデューサー、ものを作るプロデューサーっていうのと大体2種類あるかなと思うんですね。私だと、ものを作る側のものプロデューサーっていう形になります。人によっていろいろ違うとは思うんですが、私の場合だと、その企画の方向性であったりとか、そのメインスタッフの誰にやってもらおうかとかね、その監督を誰にやってもらおうかとか、脚本とかキャラクターデザインを誰にやってもらおうかみたいなところの、その選定とかですね、アニメーションを作るに際してメインスタッフをどういうふうにやっていこうかっていうところを、決めていくポジションだと思っていただければ間違いないかと思います。1話数を作るのに末端のスタッフまで入れると200人とか300人ぐらいが携わる形になりますね。タイトルによって、いろいろですが、長いもので1話につきそうですね 2,3 ヶ月ぐらいは、かけて作ってますかね。でそれを話数ごとに毎週、作れるようにという形でその体制を作っているという形ですね。長いものは半年あっても終わらないみたいな理由はともかく、その主人公の相馬和也がですね、異世界に突然現れて、自分が今まで経験してきたこと、あと勉強してきたこと、主に歴史とかが多いと思うんですけど、その知識を使って、その国に起こっているさまざまな問題を、集めた仲間たちと解決していくっていうのが大きな流れのお話だと。たださえあらば用いる。この国は今未曾有の危機に瀕している。この国にとって相馬こそが最も必要な人材。もし私が家族になってしまえば、この国に留めておけるかしら。さえある者よ、こたびは呼びかけに応じてくれたこと感謝する。我が部族の戦士は主以外の者には頭を下げません。できればもっと陛下の国の歌を教えていただきたいです。我が地で陛下の破業を支えたいと存じます。次の食材はこちらでございます。勇者とは時代の変革を導くものだと言われています。一見国は平穏を保っている。これがいつまで続くのか。あとは衰えるだけであったこの皆が最高の機会を得た。大バカ者だ開門。もう後戻りはできねえ。あとは空軍大将としての意地を示すだけ。相馬は私が嫌い。これからも恋しないって言い切れる。捕獲目標は国王相馬。我らがバルガス家の部位を刻みつけてくれ。結局お腹が空いていたら道徳も愛国心もないんだよ。そうだろ。あなたってすごく現実主義なのね。現実主義勇者の王国再建記、2021年7月より放送開始。その正式名称はジャパンクリエイティブスタッフっていう名前で、もちろん私が創業したわけではないですけど、どれぐらいですかね、今でまだ40年は経ってないはずなんですが、36年目ぐらいですかね、創業してから。 OVA オリジナルビデオアニメーションっていうジャンルがあった時代に、その OVA の専門の会社から始めて、何年前ですかね、20数年前にそのテレビの方もやるようになったという会社でございます。劇場作品も OVA 作品もテレビアニメーションも基本的にはそのアニメに関することであれば、全部やりたいと思って、やってる会社なので、いろんなジャンルの仕事をさせてもらってます。うちの会社の場合は特に声を当てる仕事以外は全てうちの、社員でできるようにっていう体制を組んでますので、その制作がいれば、その絵を描く作画のセクションもいれば、キャラクターに色を塗るセクションもいるし、バックグラウンド背景を、描くセクションも 3D のセクションも、あと最後のそのコンポジットするセクションも全て、揃えてやっております。多分こういう会社はすごく珍しいと思いますね。日本でも全部持ってるところはひょっとしたらないかもしれないです。
ですね。海外の方なんかもね、うちのタイトルはかなり昔からいろいろ海外の方で見られてるっていう実績もあるので、実は調べてみたら自分の好きなアニメーションがJC スタッフのその制作だったっていうケースもすごく多いと思います。海外からね、その学生とかで見学に来られた方とかも過去何組もいらっしゃるんですけど、そうですね、うちでやってるタイトルこんなんあったよって見せるとみんなびっくりしました。単純なファンタジーものとはまた違う切り口で、そのさっき言ったようにね、その国をなんとかしなきゃいけない。今日本もいろいろ大変しませんかも大変なんですけど、今その現代社会で直面している問題がいろいろ取り込まれていてですね、そこに対するその作家さんなりのそのアプローチだったりとか、過去歴史ではこういうアプローチしたよみたいな、そういった知識を、ふんだんに入れてある原作だなという形だったんですね。なんていうんですかね、見たらちょっと頭良くなる感じのアニメかもしれないですね。そうなんですよ。いろんな手法があるんですけど、下手をするとですね、単純にダイジェストムービーになってしまったりとか、原作でこんなことありましたこんなことありましたっていうのをただ単に流すだけになってしまったりとか、そうさせないようにどうしようかとはいえそうしなきゃいけない部分もあるみたいなね、ちょっとそのあたりとかのそのやり方を監督とか、脚本家とね相談しながらいろいろと考えてみたつもりです。戦闘とかはちゃんとやろうとか、そういったこととかをそのアニメーションを作る身としては考えなきゃいけないんですけど、そのお話のそのうねりの中でそこに時間を割くことが正解かどうかみたいなところですごく悩みましたね。頭脳派の相馬がどういうふうに立ち回っていくのかなみたいなところと、あと見てる側のそのテンポ感っていうんですかね、そのスピード感を持って見させてあげたいなって。ちゃんとやるとすごく時間がかかってしまうので、いやそうではなくて、多少簡潔になってでもその国がどう動いていくのかみたいな大きな流れの方を優先して、見せたいなと思って、やってます。結構それは今までのアニメとちょっと違ったという感じです。そうですね、ちょっと違いますね。今までのアニメの手法でやるともう全然先に進まないですね、この作が。このアニメーションとして見ても、テンポよく面白く見れるかなとは思ってるんですけど、アニメーション見てちょっと気になったところがあったら今度原作のね本いろいろな国で出版されてますので、それも見て合わせて見ていただけると、なるほどこういう流れだったのかとか、こういうアプローチだったのねみたいなところが分かるかと思いますので、そういうのもちょっと楽しんでもらえればと思います。どうやったらなれるのかでいうとですね、JC スタッフに入社していただいて私の下で働くっていうのがもちろんその他のアニメ会社でもいいんですよ、いいですけど、これネタとして言いますけど、私プロデュースタイトル数世界一なので私の下で働いた方が多分いいプロデューサーになれると思います真面目な話をしてしまうとですね、アニメーションのプロデューサーってすごくいろんなことを考えないといけないんですよね。単純にアニメが好きなだけではやはりちょっとできない仕事になってるのかなと思います。私も実際アニメの業界入る前にゲーム業界で働いてた時期があったりとか、そういったのもあって、その経験もやっぱり生きてると思うんですね。アニメだけじゃなくていろんな経験をした上で、今度はアニメーションをなんていうんですかね、理解するっていうんですかね、アニメーションのその制作工程とか、そこにどう人が関わるのかみたいなことっていうのを理解することっていうことができると、アニメーションのプロデューサーになれるのかなと思います。そうですね、いろんな経験を生かした上で、そのさっき言ったようにね、その理解をするっていうんですかね、もっと簡単に言っちゃうとですね、なぜこのアニメーションが面白いのかっていうのをちゃんと分解して考えるっていうことですかね。私見て面白い、クールだとプロデューサーになれない、なんでそう感じたのかなっていうのを細かく分析して、それをどうやったら実現できるのかなっていうのが分かってくるとプロデューサーになれると思います。そうですね、でもそれには経験が必要なので、やっぱり僕の下で修行してもらうのが一番いいと思います。私の部下もねたくさんいるので、そちらの方でプロデューサーっていうんですかね、私はその大きな意味のプランニングであったりとか、そのシナリオの打ち合わせを一緒にやったりとかっていう部分をメインでやってるんですが、実際にその作画さんと向き合って作ったりとかね、その本当のアニメ制作の現場をやってるプロデューサーっていうのもうちの社内に私の下にいますので、そういった仕事をやるわけではないので、ちょっとだけ変えて統括プロデューサーっていうのを名乗らさせてもらってます。そうですね、うちの会社の場合はですね、私の下にプロデューサー5人、
1週間に15タイトルぐらいが同時にプロデュースしてる形ですかね。はい、シーズン2はですね、また、その新たな、個性豊かなキャラクターたちがたくさん登場するのとともにですね、国としてね、一段やっと超えた相馬が、これからまた改めてですね、今度はこう国の中だけではなくて、改めて他のねいろんな国と、向かい合っていく形になると思います。また難しいね、その政治的な問題、そのさっき言ったその現代社会でも起こっている問題とかに、立ち向かっていく形になりますので、相馬、他のキャラクターの活躍を楽しみにしていただければと思います。原作の先生からね、いろいろとこういうことを考えて書いてました、実はこういう話なんですっていうのを作るにあたって疑ってしまったので、なるほど違うんですねと私の仕事を受ける時に必ず原作も読ませていただいて、そのアニメに向いてるか向いてないかとか、究極で自分が好きか嫌いかみたいなところをうちで作ることをするかどうかっていうのを決めるんですけど、もう読むのがまず大変でもうたくさんあるなと思ってアニメに向くのか向かないのかって言った時に、さっき話したようにアクション見せればいいとか、本当面白いギャグがふんだんに入ってる、キャラクターが活発に動くのあって面白いアニメーションですよっていうタイプのアニメではなかったので、これがアニメに向くのか向かないのかみたいなところで少しやっぱ迷いました。その提案してくれた、方だったりとか、ちょっと違うアプローチができそうかなっていうところがあったので、そこに向けてじゃあちょっとアニメにしてみようかなっていうふうに思ったんですね。この消化の仕方とかそこが大きいですかね。そのキャラクターが何を思ってこういう行動をとってるのかとか、なぜこういうことが画面上で起こってるのかみたいなところを全部原作小説が多いので、小説の字の文っていうんですかね、そのセリフじゃないところで書いちゃってる、それの分量が異常に多いものとかは、つがあんま向かないですよね。キャラクターがなぜこう動いたのかっていうのが不明瞭なタイトルっていうのは基本的にアニメしにくいかなと思ってますね。すごく派手な画面を作ったりとかそういったことにも当然興味ありますけど、やはり作品に合った面白さをどうやって出すかっていうのが一つ目標ではあるので、やっぱちゃんとギャグはギャグにしないといけないし、こういうジャンルの面白いものにするために何をしないといけないのかみたいなのをやっぱ考えながらアニメを作りたいと思ってます。その辺はね見てると、これは誰々のプロデューサーのタイトルかなと思ったらそうだったりみたいなのもありますね。表現媒体が違うっていうところでいろんな化学変化が起こると思うんですよね。やっぱ小説、漫画とアニメでやっぱ全て違うので、一つの物事を表現しようと思っても全部表現方法が違うっていうんですかね。さっきも言った文字で書いちゃえば終わっちゃうこととか、漫画で書いちゃえば終わっちゃうこととか、アニメだとでもその前後全部やらないとわからないとか、いろんな特色がやはりあるので、どういうカラーに当てはめてものを作っていくのかっていうのによって変わってくると思うんですよ。もう子供の頃からもうテレビでアニメーションが毎日流れてて、漫画も週に何種類も出てて、それみんな一生懸命見て読んで育ってきてるわけですよね。もう遺伝子レベルで刷り込まれてるんじゃないかっていうぐらい、日本の人は漫画とアニメが自然に周りにある状況だと思うんですよね。もう染み込んじゃってるっていうんですかね。アニメーションほとんど見たことがないっていう国なんかもあるので、見れてもディズニーだけとかね、そういうのだったり、そういった国からはなかなか確かにこういうテイストは生まれてこないかもしれないですね。とはいえ日本の環境とか文化もね、常に変化してるじゃないですか。昔それこそ海外のアニメーションを見て日本のアニメがなぜかこういう形で生まれて、でもそのアニメを見てまた海外の映画監督がねなんてすごいなって言って実際に取り込んだりとかして、それをやっぱ見てこっちでみたいな、相当何回転もして今の状態になってると思うので、いつも原告を応援して、くれてる皆様、ありがとうございます。いよいよシーズン2が始まりますので、引き続きですね、このキャラクターどんなことをするのかなと楽しみにして、待っていてもらえればと思います。よろしくお願いします。